にちは、メイです。今回はオランジェ島の最後のクリエイトということで、空いている隙間を全部クリエイトしていきます。空いている場所は全部で4カ所あって、キャンプ場前、博物館横、キャンプ場横の砂浜、常吉ビーチです。マップで言うとこの辺りをクリエイトします。キャンプ場前、博物館横、常吉ビーチ、キャンプ場横の砂浜の順で作っていきます。それぞれシンプルな材料で作っていくので、島クリエイトの参考になると嬉しいです。それでは早速キャンプ場前から作っていきます。まずはじめにこの湖の見えるテラス席の動画で作った段差を少しだけ拡張します。オランジェ島最後の筋肉クリエイトはこの段差を1マス拡張する。それだけなので少し物足りないですね。毎回マッスルスーツを着ようと思って忘れていました。キャンプサイトの入り口とスロープがまっすぐなるように調整します。ここは誰でも無許可で使えるキャンプ場を作ります。本来なら役場で手続きをする必要がありますが、ここは誰でも使えるので割とシンプルな作りにしていきます。それでは毎回恒例、集まれ動物の森マニアッククイズのお時間です。前回はドルオタについてでしたね。では問題です。おいもりで種吉が左手首にほくろがあるのが豆吉、右手首にほくろがあるのがつぶ吉と言っていました。では実際にあつ森内で2人にほくろはあるのでしょうか。正解はほくろはありません。何度も確認してみましたが、まず手首がないのでほくろなど存在しなかったのです。こんな感じで重ならないように針葉樹を植えました。成長させてきました。ここから誰でもキャンプ場を作るので木を移動させます。岩の固定に失敗したので岩を破壊していきます。木は中央を開けてその周りを囲うように植えます。誰でも許可なく使用できるキャンプ場なので、住民たちからは違法キャンプ場と呼ばれています。まずなぜ違法なのかというと、こんなに高い木に囲まれたキャンプはとっても危険だからです。特に秋から冬にかけて木が朽ちているかどうかの見分けが素人目では難しいこと、もしかしたら朽ちている木が倒木する可能性があるからです。なのでオランジェ島の違法キャンプ場なんです。これで下準備が完了したので道を作っていきます。まずは2段目からキャンプサイトに向かって道をつなげます。2段目の方は秋の獣道を使って道を作ります。普段は獣道を曲がりくねらせながら敷くのですが、今回はシンプルにまっすぐ敷いていきます。2段目からキャンプサイトまでは土の道です。理由としては木の間の部分は獣道を使うのでメリハリをつけやすくするためです。他の理由としては土の道が好きだからです。木の間の方は割と大きめに獣道を敷きます。違法といえど意外とこの場所を使う人が多いからですね。2段目から飾り付けます。丸太の柵を使っていきます。近隣住民の家が丸太でできているので外観と合わせているのと、針葉樹が背景にあるとキャンプサイト感が出るからですね。適当に敷いたマイデザインを隠すためにも家の裏側にもしっかり柵を立てていきます。家の裏はシンプルに柵、ベンチを丸太で揃えています。キャンプ場を作っていきます。朽ちた木が近くにあるのでかなり危険な場所ですね。間を埋めるのにちょうどいい口加減です。かなりシンプルですね。このままでもいいのですが、雑草を生やして自然な感じを演出していきます。若葉が多い感じの部分は双葉の雑草が最強ですが、山奥みたいな感じのところは双葉以外がおすすめです。特に触角みたいな雑草ですね。
一面植えてきました。これで違法キャンプサイトの完成です。次は博物館横のスペースを作ります。博物館から左側の道を進んでいくと空いたスペースがあります。ここに砂浜から救済したい花に似合う場所を作っていきます。何度も放置されているヒヤシンスを救済したいのです。まずは空白のだいたい真ん中に来るようにアップライトピアノを置きます。ピアノを囲むようにレンガのマイデザインを丸く敷きます。大きな花壇の中にピアノがある演出をしたいので、花はシンメトリーを意識しながら植えていきます。シンメトリーとは何ぞという方のために簡単に説明いたしますと、左右対称や上下対称のことです。綺麗なものをより綺麗に見せる効果があるので採用しました。簡単で綺麗に見えるなんて最高ですよね。花の色についてですが、色は白以外に3色までと決めています。今回だとオレンジ、緑、黄色ですね。どちらかというと同系色を使い暖色系でまとめているので、温かい印象ながらも花の多さで豪華さも演出しています。博物館の広場が近くにあるので、ここで演奏会を開いたらちょっと豪華なリサイタルができますね。細かい花が欲しいのでマイデザインの花も使っていきます。花を植えすぎても見栄えが良くないので、花の円の外側は光苔を植えてちょっとだけ控えめにしていきます。ピアノを中心に丸く花を植えました。微調整をしていきます。花が上下で重なりすぎると重たい印象になるので、1マスくらい開けた方が綺麗に見えるかと思います。微調整が終わりました。これで完成です。ピアノ、花、雑草というシンプルな素材で豪華になりましたね。次は常吉ビーチを少しだけ仕上げていきます。常吉ビーチはかなりシンプルに道と木だけのクリエイトです。周りがかなりごちゃごちゃしているので、飾り付けない方がメリハリがついていい感じに見えるからです。主役がこのビーチの前にある住宅街です。住宅街をきれいに見せたいので、木と道だけというシンプルなクリエイトです。木が植えられないところはシマトネリコを置きます。こんな感じで木だけですが、住宅街の方から見ると木がたくさんあるだけですね。住宅街から森の道を進むとビーチが見えてちょっとだけエモい感じですね。シンプルですが自然を感じやすいクリエイトです。次はキャンプサイト横のビーチを作ります。今回も砂浜に余っている花を砂浜に救済します。青系の花が手放せないのですが、クリエイトにもなかなか使えないので、どうせなら綺麗に植え直そうと思って思いつきました。風力発電機を3つ重ならないように間を空けて置いていきます。ここにひたすらに青系の花を移植していきます。青系の花が手放せないのは青バラのせいだと思います。一生懸命青バラを作っていたのですが、結局作れずフレンドさんにお裾分けしてもらいました。それを増殖したはいいものの、なかなか使いこなせずずっと砂浜にいました。なので砂浜を青系の花と白系の花で埋め尽くしたら綺麗だろうなぁという考えになったんです。砂浜なのでこれ以上増殖することはないでしょうし、海、風、花の組み合わせって好きなんですよね。結局砂浜から救済することはできなかったのですが、砂浜に残しつつ綺麗にまとめられるので結果オーライです。花の植え方としては青系はジグザグに植えて、その間を白の花で埋める感じです。こんな感じで救済しました。この下からのアングルがお気に入りです。
これで全て完成です。材料がシンプルなクリエイトはいかがだったでしょうか。しっかりとメインを作っている中でちょい足ししていく感じなので、どれもあまり凝っていない感じにしました。これでオランジェ島の全ての島クリエイトが完成したので、次回は自宅のレイアウトを作っていきます。完成動画楽しみだなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。